今日本に立ち込める暗雲。光熱費や食品など物価は上がり続けるのに変わらない給料。日々の暮らしは苦しくなる一方です。お金がなく切ない生活を送っているのは一見華やかそうなアイドルの世界も同じ。もともとめちゃめちゃお金がある方じゃなかったんですけれど HKT の最初の頃丸天みたいな魚のすり身、それをおかずとしてご飯食べて貧乏でした。学校のジャージとか体操服とかはもちろんお下がりで、お風呂が四角形正方形でした。足は伸ばせない。ファンの方々は結構なんかちょっと察し始めて洋服を送ってくださるようになったので、もらった服をそのまま次の日の握手会とかに来たりすると「本当にお金ないんだね」って言われてちょっと申し訳なくなりました。しかしいくら嘆いたところでお金が増えるわけじゃない。見逃しがちなささやかな幸せを見つけてハッピーを感じることこそが今の時代を生きていく唯一の方法。そんなささやかな幸せを発見するバラエティ、それが HKT48 のハピキーン。イエーイ。ハピキン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 、イエーイ。ちょっと、混ぜ、おじさんも混ぜてよ。ハッピーキンハッピーキンじゃなくてすごいテンション高いね。当たり前じゃないですか。新番組ですよ。新番組。念願の冠です。HKT の冠番組。そうです。改めましてこの番組はどういう番組ですか？はい、この番組はですね、お金はないが逆境に負けず明るく生きているハッピーな金欠ちゃん、ハピキンちゃんが主役の番組です。お金がなくても幸せに暮らすためにはどうすればいいのか、現代の生き方に必要なものをハッピー金欠チーム、略して HKT48 の私たちと年中金欠の金欠兄さんことオズワルドの伊藤さんと一緒に誰が金欠兄さんだよ。君らはさ、その HKT の冠番組がさ、こういった形態でいいのか？もうめっちゃ嬉しいです。2年前から冠番組がゼロの HKT48。 久しぶりの冠番組で気合入りまくり。これまで公にしてこなかった金欠時代の話もガチで金欠だった3人が初公開しちゃいます。そして M1 をきっかけに活躍中の漫才師オズワルドの伊藤さん。しかしブレイク前は月収3万円の金欠ちゃん。今回は金欠兄さんとして番組を見届けてもらいます。本当にファンの方には言ってきてなかったので、ここで今ファンの方がびっくりしてると思います。そりゃそうだ。だってアイドルであんま金欠とかそんなもん言わない方がいいんじゃない？やる気十分の最上。番組用の自己紹介を考えてきたそうで元気いっぱいどうぞ。12345 6畳6畳一間に家族みんなで雑魚寝してました6期生の最上の中です。よろしくお願いします。イエーイ。待ってさ、実家丸ごと貧乏だったんですよ。そうですね。本当は1234567ちゃんです。あ、7ちゃんなんだ。7まで行けなかったです。6畳で止まっちゃったって。なるほど。7畳に住めなかったの。4個でコロッケが100円。とにかく安い激安スーパーで竹本くるみがハッピーな金欠ちゃん探し。ここにやっぱ来られる方は商品が安いのに金欠なのかなと。とんでもなく失礼な入り口だよ。金欠芸人おすすめ美味しくて安いハピキン飯が登場。これ見て、日本一安い30円の鶏皮とは。マジ生きるための飯だったから。金欠時代心の支えだったハピキンレシピに伊藤も思わず世知辛い世の中だからこそささやかなハッピーを HKT48 のハピキン。金欠時代の試食は〇〇〇〇点です。ファンの方からもらった服で握手会。まだ地下アイドルなんか君ら。今回番組のテーマが金欠なので福岡市博多区で一番家賃が安い物件のお部屋で収録。そのお部屋が
JR 南福岡駅から徒歩10分南八幡町に。これあ、なかなかすごいですね。福岡市で一番安い物件、日清ハイツさんです。こちらの102号室で収録したいと思いまあー、なかなかだね。す。家賃は1万2000円らしい。1万2000円？安くない？こちら1の万2000円？こちらの日清ハイツ、家賃と共益費を合わせてなんと1万5000円。ちなみに東京ディズニーランドが開園の昭和58年に建てられた物件です。ポストとかこういう感じでした、私も。実家？はい。うわー、なんか帰ってきたような感じする。安心感。故郷だ。じゃあ開けます。はい。わあ、すごい、めっちゃ綺麗。でも綺麗。本当だ。めっちゃ綺麗ですよ。入っていいですか？お邪魔お邪魔します。なんかいる。本当だ。かわいいかわいい。よくテンション上げれるな、お前。可愛いのいた。これ風呂？お風呂。わあ、正方形だ。私のお風呂。でもおしゃれじゃない？私のお風呂や。マジ？この狭さ見てみよう、マリ。入ってみ。うわー、懐かしい。この感じがもう。お風呂シーンですよ、アイドルの。そんないいもんじゃねえ。思い出が詰まった正方形のお風呂は17年ぶり。これやってました。兄弟で3人ぐらい。3人で。そんな詰め詰めで？すごいね。絶対幸せなれよ、お前。トイレ。うわー、あ、もうトイレは普通だよ。あ、綺麗。うわ、これな、この壁。うわー、懐かしい。ちょっと痛いやつ削れるやつな。めっちゃやってました、削って。懐かしいわ、これ。今見るとなんかラメ入ってるみたいで綺麗だおしゃれだ。ね。プラネタリウムみたい。ハッピーだ。お前らに東京のめっちゃうまい寿司食わしてやりたいわ。じゃあお部屋ですかね。入りますよ。うわおすごい広さだね。でもこれ寝れますね。6畳なん6畳じゃん。 6畳ってことはここ寝てましたよ、みんなで。ちょっと寝てみ、みんな。もうみんな絡まってましたもん。余裕。あ、でも意外と余裕あるね。はい。壁綺麗。素敵。なんか本当貧乏アイドルが夢語ってるみたいな。寝転がりながら。今回はプラネタリウムのようなお部屋をスタジオとして使用。ここで行う企画はこちら。まず最初の企画は、まずはですね、今日のハピキンちゃん。このコーナーでは福岡県に住むハッピーな金欠ちゃんがどんな暮らしをしているのか、そしてお金がないからこそのささやかな幸せとは何かを調査するコーナーです。今回行ってきてくれたのは誰ですか？はーい、竹本くるみが行ってきました。HKT48 のセンターを務めるくるたんこと竹本くるみ。普段中心メンバーとして活躍する彼女には実はある悩みが。元がネクラなので、みんなのことを不幸にしちゃってて、クルタンがネガティブ思考だから僕もネガティブ思考になっちゃったっていう負の連鎖をちょっと、クルタンの普段の楽屋の過ごし方がもう恥ずかしい。かまってやれよ、誰か。めちゃくちゃネクラだね。だってレンタカースペースレンタンを調べてる時も。いや、落ち着くんそんな感じでねちょっとアイドルとしてハッピーを吸収してハッピーを笑顔を届けられるアイドルを目指して頑張ってきました。ハピキンちゃんを探しに向かったのは福岡県の南部にあるみやま市。田園風景が広がるこの場所に福岡在住のハピキンちゃんたちが絶対に訪れる激安スーパーが。はーい、やってきました。ここはラムー宮山店さんです。でかい。暗いな。もう暗いな、なんか。今年の4月にオープンしたばかりのラムー宮山店。連日多くのお客さんでにぎわいます。ラムーの魅力は何といってもその安さ。こちらの手羽元は13本入って税込み311円。さらに豚の希少部位ハラミ肉がこの量でこのお値段。
ラムーは金欠ちゃんの心強い味方なんです。めっちゃ安いコスここにはねハッピキンちゃんたちがたくさんいらっしゃると思うので、調査していきたいと思います。これマックスですか？明るさ。はい、明るさマックスです。午前9時、まだ人が少ない時間帯の朝からハピキンちゃん探しスタートです。不安ですねちょっと。やばい、この4個でコロッケが100円。安っ。そんなことあります？コロッケ100円ですよ。じゃん、こちら焼きそばドッグ、これ100円ですよ。この量で詰まってて閉まってないけど、すごい量だね。お皿じゃんもうパンが。ラムーの安さの理由はほとんどの商品が自社ブランドだから。作るのはもちろん仕入れや運送まで全てラムーでやっているので、値段が自分たちで決められるから。それにしても全てが安すぎです。めっちゃいい。お客様が笑顔をたくさん見れるようにですね。これは買ってん時欲しかったな。今回はこの激安のラムーでハッピーな金欠ちゃんを探します。びっくりした。フルタンを探せじゃんかも。どうしようかな。なんか一発目話しかけるの値段めっちゃ見てる人とか、誰に話しかけよう。人見知りっぽいもんだ。あれかな、お惣菜エリアとかがいいのかな。ガタガタ言ってねえで話しかけろよ。声をかける一発目が緊張するんだよな。どうかな、あの方とか。すいません、今って大丈夫ですかね。あれです。最初にあんなでかいおじさんに話しかけられた。今お話いいですか。無理ですか。その後もいろんな方に声をかけるも全て取材 NG。 探し始めて10分、竹本くるみスーパーの片隅で意気消沈。話になんないじゃんもう。お子さん連れてらっしゃる方がいる。ちょっと行ってみますか。すいません、取材してもいいですかね。いいですか。最初のインタビューに答えてくれたのは3人のお子さんを持つ30代のお父さん。ハピキンっていう番組で、ここにやっぱ来られる方は商品が安いのに金欠なのかなと思って、金欠でもハッピーを探す、ハッピーで生きる人たちを取材するっていう番組をしてるんですけど、とんでもなく失礼な入り口だよ。金欠で困ってることとかありますか？全部です。全部ですか。じゃあここにはよく来られるんですか？結構来ます。安いんで。優しいな、答えてくれて。これまた全然自分へのご褒美。自分へのご褒美。もしかしてビールと一緒に。そうです。普段あんまり食わないんで、ビとか。仕事を頑張った自分へのご褒美は2週間ぶりのお刺身。基本買い物は奥様やお子さんが欲しいものを中心に購入するそうです。普段はどういうところで節約とか？散髪代の節約ぐらいしてもらってるんで。そうなんですか。そんなお金を一切使わないというお父さん、ズバリ聞いちゃいます。ささやかな普段の幸せとかってありますかね？こういう時間ですかね。家族と過ごすね。めっちゃ恥ずかしがり屋だ。誰が言ってんだよ。すいません。続いては108円の焼きそばパンを大事そうに持っていたこちらのお母さん。袋が小さくてめちゃくちゃ買われてらっしゃる。すごい。お弁当が作った。満腹のり。やっぱそれ気になりますよね。お値段もお手頃なんです。100円台で全部。そうカゴいっぱいに入っていた商品、気になるそのお値段は29点購入して4435円。安い。これで4000円ですか？入らないと入らない。そうですよね。手伝いましょうか。あるよ。これに入れてもらってないですか？入れます。はい、わかりました。躊躇しないで手伝ってもらう。いいのかな？わかんないけど。孫が今度帰ってくる。あら、お孫さんが何歳ですか？親だって3歳と、まだ0歳。何ヶ月か。お孫さんも増え、何かとお金が必要になるため、ラムーに来て食費を抑えているお母さんにもこの質問。
さやかな幸せとかって普段ありますかね？主人とライブに行ったり旅行したりすることですかね。仲良しですね。ラブと言ってください。すみません。はい、ありがとうございます。はい。これみかんジュースをして自家用ですよ。子供が帰ってくるんでそれを取ってきたんですよ。そうなんです。孫ですよ。確かに。やばい。ありがとうございます。まあ孫でもおかしくないよね、形だったら。はい。1個40円する温州みかんがおよそ20個入ったみかんジュース。早速いただきます。これ無料ですよ、だって私。いただきます。さらっとしたみかんじゃなくて味が濃縮されてるって感じのみかんで、しかもつぶつぶがちょっと混じってて美味しすぎる。続いては広島から帰省して8人でバーベキューをするご家族。これ全部で何円ぐらいしますか？全て2万円ぐらい。これで2万だ。この中でお得だったなっていうのありますか？これで広島で買うとき298円ですけど、なんと98円。倍ですね。ミニトマトは衝撃でしたね。こちらの焼肉セットおよそ3人前でなんと1058円。めちゃくちゃ安いな。いやね、2万以下ねえ、2万以下すごいこれテレビに向いてるね。今って金欠だったりしますか？節約とかしたりしますか？してますね。どういうことしてますか？で、外食を減らすとか、貯めたお金はこのように旅行が好きなんで、初めてキャンプに連れて行くんで、もうワクワクですね。テンション爆上げで。大家族が多いね。普段あ、くるみちゃん好きなの？すごいじゃん。可愛い。いないです。あ、一人っ一子なんだ。人っ子です。お姉ちゃんしてみたかったなとか思っちゃう。またね、ありがとうございました。バイバイ。なんか一家族増えたみたい、私に。あ、じゃあ二家族増えました、私。気になる全部気になるんですけどいや、その早送りの人たちが一番気になる。めっちゃ気になったんですけど、今たくさん買われてらっしゃるんですけど、ここにはよく来るんですか？週に1回はって感じですかね。子供5人いるんですけど、多いんだよね。そうなんだからちょっといっぱい飲み物とかお菓子とか、ちょっとここ安いんで。5人のお子さんを持つ30代のお母さん。特に上の3人は食べ盛り。日々の食費を抑えたいと週1ペースでラムーに来ているそうです。きついはきついですよね。自分に使うお金の感じはもうほぼもうないっていうか減りましたよね。でも、子供たちの頑張ってる姿見て笑顔になれるのはやっぱ幸せかな。笑顔が素敵。子供を優先にしてらっしゃっても、自分よりも優先してでも大切なものがあるっていいなって思いました。密着したいです。実はこの企画、出会ったハピキンちゃんの中からお一人を選んでお家の取材をさせてもらう代わりにカゴの商品を全部番組がプレゼントするというルールなんです。このカゴに入ってるものを番組が持つので、この後ちょっと密着させてもらえないでしょうか。無理ですか？家がハードル高い。私がいいですかっていいですよって言っていいですかね。分かんないですけど。おっしゃるいけそうじゃない？旦那さんに確認していただいたところ、取材 OK、 ありがとうございます。旦那さんが優しい方で。ということで今回購入した8339円は番組で支払わせていただきました。じゃあご自宅にいてもいいですか？今日のハピキンちゃん、川野さんのご自宅はラムーから車でおよそ20分。こちらが少し背伸びをして建てたというマイホームです。すごい立派なお家ですね。めちゃくちゃおしゃれですね。おいくらですか？これは聞いてもいいんですか？3ちょ
完全にこんにちは、はじめまして何くん？ゆきひとくん？あ、そうなの？学校帰ってきたところ？すごいおしゃれ。おしゃれですよ、めちゃくちゃ。 4LDK だ。全然金欠さんには見えないですけど、本当そうだね。金欠ですよ。明日ってお姉ちゃんの誕生日。姉ちゃん誕生日プレゼントとか。うちはなしです。なし？うちなしです。そういうところです。なんか言われないんですか？まあもう言われない。他の家はでもその代わりご飯はその子の食べたいやつ。欲しくなんないの？タンプレとか欲しくない。ゲームとかはいらない。外で遊ぶやん。自宅にはゲーム機がないため子供たちはいつも外で遊ぶそうです。興味そん買ってもらなったの？元からあった？大ちゃんちにもともとって書いていいよ。すごいボールだね。鎌本の時代からあったやつじゃないか。持って帰ってきたんだ。すごい、蹴るたびに皮がねめっちゃ使ってるやん。新しいサッカーボール欲しいなって思わないの？思わんの？文句ばっかりだよ。なんで誕生日プレゼントくれないのって。すみません、それはルールで。とにかく必要最低限のものしか買わないのが川野家のルール。野球が好きとかサッカーが好きとかってよりもあるもので遊ぶって感そんな川野家のお子さんを改めてご紹介。長女のゆめちゃんは小学6年生、そして1歳違いのみはるちゃん、しっかりしてそうだな。元気いっぱいのゆきひとくんと YouTube が大好きなりょうだいくん、そして三男のみつひさくんです。5人。子供5人の子育てが大忙しの川野家。とにかくお金がかかるんです。水道光熱費を少しでも抑えるためにこんな工夫を。プレート何枚もありますね。プレートはもう家族1人1枚6枚あります。なるほど。洗い物が結局ほら、お茶碗洗ってお碗洗って手皿洗って大皿洗ってとかするよりはもうプレート1枚で。食費は4万円と7人家族としては安い金額。その理由そうは、だね、めちゃくちゃ安い。お米をまずあんまり買ったことがない。もらえるのかな。実はちえみさんのご実家がお米農家さんで、孫のためならと毎月30キロのお米を送ってもらっているんだそうです。自分たちもなんか田植えのその種まきとか収穫行く時はお手伝いしに。今日は何を作るんですか？今日は子供たちのリクエストでハンバーグ。家でハンバーグとか出た？記憶にないですね。記憶にないですね。ハンバーグは先ほどラムーで購入した新玉ねぎ2個と合いびき肉を豪快に全部使います。私洗い物しますわ。くるみちゃんがお皿を洗っている間にラムーの食材で作った1個120円のハンバーグが完成。さらに卵焼き、そしてサラスパも。1食合計185円のワンプレート完成です。あら、こんばんは。お邪魔してます。建設会社に勤めるお父さん。ちょっと早めにご帰宅されて家族全員で夕ご飯。くるみちゃんも一緒にありがとうございます。じゃあハンバーグいただきます。なんかみんなちょっとすごい玉ねぎがシャキシャキしてて肉がぎっしりおいしい。なんか泣きそう本当に。最近もうさ、うどんチンしてちょっとタレつけて食べるのをずっと一人でやってたから。お前センターだろ？言うなそんなこと。ご飯も美味しい。本当ですか？幸せです今。ねえ。ねえ。すごい相づち上手めっちゃ。美味しいよね。ねえ。家族が増えて我慢してることとかありますか？なんかある？ない。もう。まあもちろん苦しいんですけど、
家族の笑顔があればいいんじゃないかな。笑う角にやってきたるみたいな、それと一緒です。いくらお金があっても家の中が冷たかったらお昼ご飯も美味しくないです。ご主人は今幸せですか？めちゃめちゃ幸せです。めちゃめちゃ幸せ。よかったです、本当に。では最後に、あなたのささやかな幸せは何ですか？教えてください。年に1回の家族旅行。4泊5日で行って4泊する中でホテルに泊まるのは1泊だけ。1泊だけ2日間の中で車中泊して車中泊するんですよ。でもその1泊をすっごい贅沢させてもらうっていうか、じゃあもうそれのために1年頑張るってそうですね。普段はだけど誕生日プレゼントかクリスマスプレゼントはないけど、もうみんなお乳のお洋服全身の靴とかも全部買っていくね。すっごい張り切っていくよね。旅行楽しかった？車でお泊まり楽しい。楽しい？あ、楽しいんだ。お世話になりました。ありがとうございました。お元気でありがとうございました。田中ちゃんいいロケだったな。またなんか幸せ幸をもらいました。いいな、人間っていいな。全員に嫌われてると思って毎日過ごしてるので楽しくなかったんですけど、人とのつながりでたくさんなんか人間の温かみを感じれて、素の自分でいることも大切なんだなって思いました。いいことがあると景色も鮮やかに見えますね。何があったんだよお前。なんか病んでる時とかは白黒に見えたけど、なんか泣けますね。一日だ。素敵だね。ありがとうございました。ありがとうございました。どうだった？クルタン行ってみて。いやなんか人生観が変わったというか、いつもなんて言うんですか、ずっと同じコミュニティとかで暮らしてたりするんですけど、こういろんな方と関わることで、世界って広いんだなって。そのなんか海外行ったみたいに言ってるけど、激安スーパーで見つけた大家族と過ごしただけだなと思って。野中とかも兄弟がいっぱいいるから似たような感じで、そうですね。兄弟であるもので楽しむっていうことすごいちっちゃい頃やってたから、砂糖と水で作れるべっこう飴って知ってます？あれをひたすら作っててほぼタダじゃないですか。そうだね。だからそれやったりして楽しい思い出あったなってしんみりしちゃいました。それを楽しい思い出としてくれるのがいいですよね。びっくりした。この後はうまいのに激安ハッピキン飯。安っ。金欠だけどハッピーにハッピキン。続いてはハピキン飯。はい。このコーナーでは下積み芸人が安くて美味しいのはもちろん身も心もハッピーになれるハピキン飯を紹介するコーナーです。なるほど。ロケに行ってくれたのは本当に車で寝泊まりをしているという吉本興業所属のうちばあばあさんとあつしさんです。なるほど。うちばあばとあつしは会ったことはないですね。ないんですね。もうこのまま関わらずに生きていけるのが幸せだと。そうなんですか？ちょっと怖い。ちょっと見るのが怖いです。おはようございます。おはようございます。金欠でもハッピーになれる店を紹介するのは、車中泊生活をしている月収が5万円と3万円の2人。住所がないんだからね。こっちが僕のレミキン淳の家で、あっち側が僕んちです。メリコンドルのウッチーバーバの家。そうです。いかに安くカロリーの高いものを食べるかっていうのはもうその常日頃考えてます。家見つけろよまず。その前に最初のハッピキン飯は2人がよく通っているお店へ。向かったのは皆さんご存知、見たことある。福岡県の超激安ラーメン店博多屋。その看板商品がこちら。そのお値段は安っ。安い。いいね、やっぱ夢中になるやつですね。
最高。ラーメンのなんかこだわりとか、この安さで、このクオリティのラーメンを出せるというところが、一番のこだわりかなと思ってますね。一番美味しいまではいかないで、そこそこ美味しいラーメンっていうのをちょっと目指してるところがあって。作業工程を簡略化し、必要最低限の人数で現場を回すことで人件費を削減。その結果、なんと創業以来値段を変えずずっと290円のままなんです。今日はここよりもいい店を、そうね、伊藤さんと HKT のためにと思って紹介するか。紹介しよまず淳が激安でハッピーになれるハピキン飯を紹介。向かったのは博多駅。激安でしあと聞いたところによると、2人コインパーキング事情にもすごい詳しいって聞いて。めっちゃ詳しいです。2人は日々コインパーキングで車中泊。日頃から安い駐車場を探す癖がついているという。でも景色いいですね。そんないいとこも見つけてくれるんだか海見ながらとか寝たい。らよくフォローできるな、こんな2人で。何分の後のここが2だったら高いんですよ。ここが何分でも、ここが100だったら、まずそこが最低ラインです。じゃあ60分200円って書いてある駐車場があったとして、その横に30分100円の駐車場があります。これどちらがお得ですかっていう数学の問題があったとしたら、これって30分100円がお得なんですよ。同じ値段と思うけど、61分になった瞬間400円になるんですよ。でも30分100円だったら61分止めるとき300円ですよ。何にも分かってないじゃん。ってなると30分100円の方が絶対に得なんです。分かってない。バーバ何にも分かってなかったぞ今。いや、博多駅は特に高いよね。だってシンプル博多駅とか天神だったら20分400円がベースなんです。目的地の博多駅周辺には100以上のコインパーキングが。しかしほとんどの駐車料金がとにかく高い。そこで2人は駐車料金を抑えるため博多駅から1駅離れた店舗に出る。東京に比べたらバカ安いけどね。30分100円ある。マジ？ここにします。だよ。ここにしますよ。博多駅からわずか500メートル、30分100円のコインパーキングに駐車することができた。今地上波で安いパーキング紹介してるこの時間ってもしかして誰がこれ見てパーキング行こうってなるんですか。駐車場から歩いて5分、博多バスターミナルの8階へ。今日紹介する店はしらすくじら。もちろん知らない。ランチメニュー。知らなかった。ちょっと待って。びっくりした。見た？見てください。この上の4つ。バリ安いよ。海鮮丼、焼きサバ定食、税込み。込み。新鮮な魚介を低価格でがコンセプトの海鮮居酒屋しらすくじら。でも味も重要ですからね、いくら安くても。めっちゃお腹空いてる。お腹空いてきた。最高のリアクションだよね。これ見てお腹空いてフィッシュ南蛮定食と僕です。海鮮丼です。はい。ありがとうございます。多いな。ほら、味噌汁付き。量多いですね。こちらが淳おすすめのハピキン飯、海鮮丼500円。5種類の魚介を乗せた贅沢な一品です。海鮮丼に味噌汁がついていない理由は後ほど。気になる。そしてもう一品はタルタルがたっぷりとかけたフィッシュ南蛮定食。結局タルタルがうまいんだから、タルタルだけ出してくれてもいいぐらいだ。うまー。マジでうまい。ナイスカロリー。ナイスカロリー。何それギャグみたいな。南蛮めっちゃ濃いよ、味が。最高やこれは。カロリー多いもん。けどね、魚でちょっと抑えられるとかもしれない。
この日は大きく切り分けた高級魚カンパチを油でカラッと揚げていき、それを甘酢で浸したら自家製のタルタルソースを豪快にかけて出来上がり。これがうまいんだよ本当に。これでご飯いけますね。めっちゃ好きだわタルタル。俺にかけてほしいぐらいだわタルタル。めっちゃいい。衝撃は得ました。衝撃は得ました。めちゃくちゃムカつく感想だな。衝撃は得ました。そして淳の海鮮丼にもこだわりが。取れたての新鮮な魚だけを使っているからその日によってネタが変わるという。前回とまた味が違う。今日もまたうまい。うまそうやわ。飽きないこれ絶対。とここで淳がちょっとお出かけしてもいいですか。お出かけ？ちょっと行ってきます。あ、そういうことね。うわあーなるほど。だし、お茶漬けのだしなんです。無料で使える。海鮮丼は味噌汁がない代わりにだし茶漬けで締められるんです。よだれ垂れてきました今お腹鳴るまでかな可愛いのは。500円って実際どうなんですか。その広告宣伝費っていうの意味合いと、夜にお客様をつなげるっていう、2点を狙って出たら出るだけ赤字商品。何回もちょっと値上げしようっていう話は出たんですけど、そこはお客様のために頑張らせてもらってます。最初やりたくなかったですか。でも確か現場の人間は、現場の人間はそんなことありますねそういうしかないよね。絶対あったよ。今あったな。今のあった前や。いや貧血の時に魚を食べてハッピーになりたい時はぜひしらすクジラへ。続いてはウッチーバーバのハピキン飯へ向かったのは西鉄平尾駅エリア。ここでも60分100円のコインパーキングを見つけて駐車します。はい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 、着きましたよ。僕が紹介したいのはですね、焼き鳥長者。どう知らない？見たことあります。見たことある。昔からあるみたいな。安いよそれが。本当にここが？すいません、いいですかね。甘っぽいな店も。こんにちは。いや一人じゃないです、二人です。ああいいですね。こっち。いいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。雰囲気があるね。これ何？椅子。これじゃ椅子じゃないよこれ。見て、1000円の掛けはし。どういう経緯ですか。ちょっと嬉しいやろ。西鉄平尾駅のそばで50年店を構える老舗焼き鳥長者は御年76の大将柴さんが一人で年中無休でお店を切り盛りしています。これ見て、値段。ちょっと待ってね。えぐいやろ。えぐいやろ。そうでしょ。安っ。ゼロが足りない。そのやつに70円。そうよ。えぐいやろ。豚バラ80円。80円。ウインナーも80円。安っ。マジで安い。マジで安いよ。皮を取りあえずもう怖くないこの値段。いや食べてみて。その30円って言ったらさっきの1000円の切れ端じゃないけど皮の切れ端が取れるんじゃないかな。実物見るまで安心できないよねさすがに。めっちゃちっちゃいと思う。1個だったんですね。注文は自分でノートに書いて大将に渡すのがルール。とりあえず鶏皮10本と生ビールを注文することに。10本でいただきます。この店で生ビール500円は高級品です。1本30円の鶏皮、味はどうなのか。これ30円なんだ。1本30円、激安の鶏皮がこちら。はい、まずタレです。ありがとうございます。はい。うわ。これ30円なんだ。
ちらが創業から1円も値上げしていないという鶏皮。こりゃいいな。めっちゃうまい。本当に美味しい。やばい。なんか本当に百何十円とかのたまに居酒屋とかでこれうまいよ絶対。それよりマジでなんかねカリッカリ具合が違う。でこっちの方が好きかも本当に。大将ちょっとお話伺ってもいいですか。はい。1本30円ってできてるのってなんかあるんですか。そのいや材料はもともと鶏皮は一番安いですよ。あ、そうなんですか。一人でやってるけん人件費はいらんし。でも30円ってなかなかね。いやいやだって他の店今150円とかしますよ。でも材料はそんなに値段は一緒。僕たちは普段そう人件費を食ってるって。人件費食わされて。人件費食わされて。値上がりしてんのとか知らないんだよ多分。正直一人でやってきつくないですか。この店から出てないんじゃない。きつくないね。あ、もう全く。家とかでは節約はされてるんですか。あんまりもう使うものがないけんね。まあビールと野球と仕事。かっこいい。ビールとビール好きなんですか。ビールと野球と仕事。この3本柱。はあ。当日提供する串は奥様と80歳のアルバイトのお二人が串打ちをします。80歳のアルバイト20年もね仕込みやってるんやけどね、大きかったり小さかったりするの。これ軟骨やけど笑うやろ。年寄りがね作ってるけんね、20年経ってもねこれしかできんねんよ。ご家族の支えを受けながら1日10時間働いている大将。炭の準備にテーブル拭きまで今日も一人で開店準備をしていきます。かっこいいなこういうおじさん。ではズバリ聞いちゃいます。今幸せですか。もうこれが一番幸せ。好きなんだよ仕事がね。ちょっと乾杯したくない？一杯一緒に僕たち払うんでいいですかとか言ったら飲んでくれるんですか。いいですか。ちょっと一杯。いただきます。番組の金だからって絶対しないだろ普段そんなこと。やったうまそうに飲む。うまい。なんか幸せやな。なんか特にね頂きのビールはいいよね。それも仕事中やけどね。ダブルでいいよね。美味しい鶏皮と大将の気まぐれな笑顔が見たい方はぜひ焼き鳥長女へ。以上ハッピー金飯でした。ハッピー金飯ってやっぱりちょっと量が少なかったりと思ってみたら全部美味しそうだった。超満足です。メンバーと打ち上げでも使える。確かにHKT の打ち上げここでやるのだけはちょっとダメじゃないんですけど、あまりにも夢がないんでちょっとなんか。続いてはオズワルド伊藤さんのハピキンレシピ。以前は月収3万円と金欠だった伊藤さんが考案した激安で激うまの料理とは。1ヶ月1万円とかで生きてたかったって、食費自炊っていうかもうマジ生きるための飯だったからそのなんつうのすごいおしゃれな料理とか全く作れないんだけど、そんな生きるための飯を今回 HKT の3人のために調理。作り方は至ってシンプル。フライパンにオリーブオイルを敷いてご飯に絡ませます。そして塩コショウで味付け。さらにでこれダシダですよ。出た。すごいかけるんですダシダを。スーパーでも購入できる韓国の調味料ダシダをたっぷりと入れてチャーハンみたいな感じですかね。具とかも一切ないからね。確かに。で最後にバター。これお給料が調子いい時はバター買ってね。特別ですよ今日は。最後に目玉焼きを上に乗せてあげれば、完成です。完成。ハッピー金飯。めっちゃ良かった。こちらの料理名は何ですか？もう二度とこんなものを食わなくて済むために頑張る飯です。
うまっ、すごいオイル。うまいね。君もうまっ。おいしい。懐かしい。いろいろ思い出します。もうやつは。これでも本当に6-7年ぶりぐらいか。オズワルド伊藤さんの料理でハッピーになれたところで、それでは最後のコーナーになります。最後のコーナーは子供たちにハッピーを届ける子供食堂なんですが、皆さんご存知ですか？お子さんなら無料で食べれるみたいな。そうです。これを私たちが応援できないかということで、今回福岡市内のあるお店に伺ってきました。行ったんだ。ハッピー子供食堂。おかわりしよう。こちらは福岡市早良区野毛にあるカレー専門店バリバリキッチン。店長の松下さんが作るのは15種類のスパイスが入ったキーマカレー。連日行列ができる人気のカレー屋さんですが、ランチとディナーの合間の時間に子ども食堂をされています。開催日は水曜から日曜日の5日間です。フードバンクさんとかグリーンコープさんからの支援もありますし、支援金も入ってくるんですけど、残りの分はもう自己負担で。いくらぐらいなんですか？150万です。1年で？1年で。オーナーが子供の頃、妹や弟さんの面倒を見なければならない環境で育ってたので、子供らしく遊べなかったっていうのもあって、子供が子供らしくいられる第三の場所を作りたいっていう気持ちがあったから、二人三脚でやっているような感じですね。これは子供たちに配るため用のお菓子です。ほぼ毎日お菓子を出しております。子供たちが来たらもうあっという間になくなってしまいます。ご飯どうする？ご飯する。今日はエビフライ。エビフライ大好き。僕ね、今日ね、給食でキュウリやったからね、30個ぐらい食べる。すごいね。美味しいんだもん。焼いたか？小学6年生からもう4年間ぐらいずっといます。自分お母さんがいないんで、もうお父さんだけなんですよね。なんで一人なんで、すごい寂しくて、もうずっと来てます。楽しいですよ。結構子供たちが来たりするんで、インタビューマジで一番痛かった。特に料理は決まってなくて、もうその日の気分で作ってる感じですね。じゃあご飯置いていくね。家の飯っぽいね。みんな静かに。お姉さん側にご飯おかわりあります。はい、あるよ。嬉しいな。大家族ですね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。もう家なんで2人の。ありがとうございました。もうやっぱりみんなのね、憩いの場なので、どうしても存続させたいっていう気持ちはあるんですよ。みんなでハッピーに。バリバリキッチンでは子ども食堂を支援してくれる仲間を募集しています。いや、これはすごいね。松下さんの笑顔も素敵ですね。そうね。優しく見守ってくれる。おかわりありますかって聞かれた時の、あるよって。この後、オズワルド伊藤が持ち込み企画。次回やるってなったら、お招きしてお話をね。ということで、こんな感じで番組は以上となるんですが、はい、もし次回やるってなったら、私が一番貧乏だって人をお招きしてお話をね。
ちょっと聞いてくれって人がいたらもしね連絡くれれば。続けば続くほど私たちのお給料も上がるかもしれないんで。そうです。大金欲しいんでしょだって。大金欲しいです。もうね合間合間でねもう大金が欲しい大金が欲しいって言うんですよ。大事よ。でも大金を稼ぎに来たんだということを忘れずにね、我々貧乏出身はね頑張っていきましょうよ。ということで KBC のテレビのメッセージや TVer などをぜひ見まくってくださったら嬉しいです。お願いします。よろしくお願いします。以上 HKT48 のハピキンでした。合言葉はせーのハピキン。バイバイ。お惣菜エリアとかがいいのかな。ガタガタ言ってねえで話しかけろよ。私は純情主義がってる。抱き寄せられても無理よ。キスはできない。じらしなさい。